わあ、まずはお酒買いに行きます。お茶割り、乾杯。僕はビールあんまり美味しいと思ったことなくて、ガキなんですけど、コーヒーはガブガブ飲みます。子供の頃コーヒー親のを一口飲んで、ずっと泥水やんけと思ったのを覚えていますから、どっかのタイミングで美味しいに変わったんでしょうね。ビールもそうなることを願っております。大人になってから苦いものとか珍味の美味しさが分かるようになるってことは、味覚がバカになっているんじゃないかみたいなことを兄が言っていたのを覚えています。でも一方で、いろいろな食べ物、料理の高価な上質なものを食べる機会も増えるから、舌は超えていくのは確かなんじゃないかなと思います。だから絶対的な味覚はアホになるけど、相対的な味覚のレベルは上がっていくみたいな感じになるのかな。最近になって銀杏のうまさ分かってきたわみたいなことは増えるけど、あのお店の料理あんまうまくないなも増えるみたいな。バクバク飯食って筋トレやってるんで、顔がまん丸になってきた感じがします。ちょっと10キロぐらい絞ろうかな。僕の特技はすぐ太れてすぐ痩せれることです。おつまみ紹介です。じゃーん、ミーのそら豆のお菓子です。僕未だにお酒飲むペースがあんまりつかめてなくて、すぐお腹いっぱいになっちゃうんですけど、そんな時にはミーの、これ量がちょうどよくてですね、美味しくて、安くて、どこでも手に入って飽きなくて素晴らしいです。ちなみに居酒屋でメニューにあったら絶対頼むランキング1位はイカの一夜干しです。男梅サワー、男梅、じゃあ乾杯。そら豆です。やべえ、酔っ払ってきたな。僕の父は毎日お酒飲むんですけど、なんで毎日飲むのって聞いたら、一日が終わった感じがするって言っていました。ビール飲んだ後のプハーには味以上のものが含まれているんだなと思います。男梅って元ネタなんだっけ、お菓子だっけ。桜、僕はもう花より団子です。花見も花火も食い物目当てで。僕の地元は新名の花火っていうすっごいでっかい花火大会があって、いつか行けたらなと思います。
ちゃんと有料席取って、学生の頃はもうお金ないんでそこら辺の地べたに座って見てたような気がしますけど、もう大人なんでね、ちゃんと有料席取ってできれば彼女と男梅笑ってきたな。日本人は空気を読みすぎる人が多いから、そのストレスの発散の場としてお祭りとか宴があるみたいなことを聞いたことがあります。こんな動画をここまで見てくださっている視聴者の方といつかお酒でも飲めたらいいなぁなんて思います。やべえ、酔っ払ってきたな。やべえ、酔っ払った。女性のほろ酔い姿は魅力的ですけど、男の酔っ払ってる姿は全く魅力的じゃないですね。252本でノックダウンです。ノックアウトか。ノックアウト。もう一本飲んじゃおう。ワイン、スパークリングワイン。酔っ払いそうな味だ。これはやばい。ラーメンは締めってよく言うじゃないですか。あれって科学的に証明されているらしいですよ。なんだったっけかな。なんか3つくらい理由があって、まず肝臓がアルコール分解にこう注力しないといけなくなるから、糖の生成が止まって一時的に低血糖になると。だから脳みそがお飯食えよって言って腹が減るようになっちゃうと。っていうのがまず、お腹が空く理由がまずそれで、アルコールは利尿作用があるから、利尿作用があるから、おしっこで水分とか塩分が排出されると。で塩分と水分が欲しくなるから、ラーメンのスープはちょうどいいと。で3つ目がなんか可愛いこぶってて気持ち悪いな。無意識なので気をつけないといけないですね。そうなんかアルコール分解に使う要素みたいなものがラーメンの旨味成分と一致するみたいな。ラーメンの出汁となんか入ってるもんと一致するみたいな。だからラーメンはちゃんと科学的に締めとしてその証拠があるっていうか、だって僕はお酒飲むと腹いっぱいになるので、締めはいりません。ガムが欲しいな。お酒飲んだ後ガム北海道民パフェ食うんだっけそれは分からねえな。証明できねえな。僕最近花粉症になったんですよ。最悪ですね。しかも症状が目かゆい、鼻水、くしゃみ、喉かゆいで、もうなんて言うんでしょう、なんて言うんだっけ、
オンオンパレードだ。オンパレード。マジでお酒飲むとその言葉が出てくるスピードが異常に遅れますよね。うんなんかお酒飲んでこうなんか店員さんに横柄になったりとかする人、なんかめちゃくちゃ口悪くなったりする人とかいるじゃないですか。あれは本性らしいですよ。ちゃんと科学的に証明されてるらしい。だから人と、特に男性、女性もそうか、お付き合いする前には一回飲み会を挟んだ方がいいかもしれませんね。花粉症腹立つな。なんか戦後の木材不足で、杉は育つのが早いらしくて植えたと。あとは焼け野原になっちゃったりしたからみたいな。しょうがないよね、そう言われたらね。花粉症なんか小学生の頃はなんかかっけえなと思ってましたけど大人だなって、花粉症の友達見て大人だなって思ってましたけど、だから骨折した友達とかすげえな、骨折すんだこいつすげえなって思ってましたけど、いざ自分が花粉症になってみると腹立ちますね。昨日も喉かゆすぎて眠れませんでしたから。オンパレードだっけ。オンパレードってどういう意味や。パレードの上。オンパレード、和製英語かな。真剣って言葉は結構良くないですか。ものとしてちゃんと刀としての真剣があって、真剣勝負っていうとこのシリアス、もう超真面目に本気でみたいな意味合いがあるじゃないですか。真剣勝負ってその本気の刀の勝負だから、命がけだから、それは真剣になるよなっていう、そのダブルミーニングじゃないですけどがあって、なんか良くないですか名詞としても動詞として動詞形容詞か、名詞としても形容詞としても、名詞が形容詞を説明してるみたいな感じがしていいなと思います。ちなみに一番好きな漢字言葉、日本語漢字か、なんか綺麗だなって思うのは消化。昇る花で消化ですから、なんか綺麗だなと思います。別に一番好きではねえな好きな英単語はファイヤー、あとホット、ファイヤーですね。なんか実体は嫌いだけど、漢字の字面とかなんか響きみたいな、言った時の響きみたいのが好きみたいなって結構ありますよね。僕ハエってなんか物としては嫌いですけど、なんか漢字とかその口で言った漢字とかは結構好きで、ハエ、あと梅雨も、実態はもうその梅雨自体は嫌いですけど、漢字とかその発音はめっちゃ好きです。逆に発音も物もなんか好きな
で英語にしても好きっていうのがあって、竹、バンブーですよね。バンブーかな、バンブー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 、おぎゃー、竹、バンブー、ものとしてもいいし、なんか実体も好きだし、発音も好きだし、消化もだから、発音はあんまり好きじゃねえか。好きなお菓子の名前はガブリチュウです。なんてね、なんて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 わー。チャリンコって呼び方もすごい好きです。チャリンコ、チャリって覚醒剤の隠語らしいですよ。あとゴリラもなんか発音良くないですか？ゴリラ、ゴリラめっちゃ好きっすわ。ゴリラ英語表記もかっこいいんですよね。なんか好きなアルファベットは J、ジャパンの J もあるし、 J カップの J もあるし、一番エロいの J カップ。ダイアンのユースさんが一番エロいの J カップって言ってたしじゃあ10乗とかギャギュギョの発音がすごく好きです。好きな数字は 18？ 一か八かという言葉が結構好きというか、なんていうかな、人生は運だと思っているので、僕は運が9割方だと思っているので、一か八か、一か八かっていうとなんか人生をかけて大勝負って感じがしますけど、どれだけなんて言うんだろうな、運試しをするかみたいな感じですかね。だから一か八かで18が好きです。一か八かの由来の一つが超反博打ってわかりますかね？サイコロ振って偶数だと超だったかな、で奇数だと半ですよね。その超と半の上、超はこうやって書くじゃないですか、こうね、この1、映像だと逆か、こうか、この1、上の1と半のこのちょんちょんがの上の部分取って8で1か8かみたいな説があるみたいな物知りでしょ。やべえ、酔っ払ったな。山本さんの背番号も18で、ワールドシリーズ素晴らしかったですね。なんか1回15、6回18回ぐらいまで行ったのかな。1点取られたらもう負け、ドジャース先行だったので1点取られたらもう負けみたいな状況で、死ぬほど面白かったですね。なんか延長戦って PK 戦みたいな感じがして、サッカーの常にハラハラドキドキしてて、なんかめっちゃ良かったです。もう11時半だ。好きな人はいないもん、天国か地獄、花見終了でーす。ファッケー。好きな人はいないもん、天国か地獄。腹減ったな。松屋行こうかな。松屋、僕マジで週1で松屋食ってるんですけど、1日1食か2食なんですよ僕。ってことは1週間で7食から14食だから、最低でも14分の1は松屋なんですよ。だから 7% ぐらいかな、7% ぐらいの僕の体は松屋でできてるんですよ。ってことは僕が松屋食うってことは、その共食いカニバってるんですよ。
松屋のオリジナルカレー復活してくれっちゅうね。なんか深夜にこんな公園でお酒飲みながらブツブツ言ってんの恐ろしいですよね。酔っ払っててもなんかちゃんと俯瞰できてて安心しました。次撮る動画はですね、3億円稼ぐっていう動画です。次はここなんか花火できるっぽくてですね、ここの公園、最近花火できる公園かなり減ってるんですけど、浴衣着てお酒飲みながら手持ち花火やりまーす。おー、じゃあおやすみなさい。グッナイ。酔っ払った。さいならさいならさいなら。アルコール 7% だって。おやすみベイビー。グッナイグッナイ。Good night.